こんにちは、正代です。いつもありがとうございます。今日はリスニングの話をします。皆さんのリスニング力は順調に向上していますか？今自信を持ってはいと言えなかった人は安心してください。今日の動画を最後まで見ることで正しいリスニングの学習法を理解することができ、確実にレベルアップすることができます。もし今毎日英語を聞いているからリスニングは大丈夫だよと思った方は注意信号です。何事においても物事の本質を見極めないと間違った方向に進んでしまうからです。偉そうに話していますが、何よりも私自身が間違ったリスニングの学習をすることによって多くの時間を無駄にしてきたので、皆さんには最短距離で進んでほしいと思います。それでは始めましょう。まず前提として、英語をたくさん聞けば聞くほどリスニング力が上がるという考え方は間違っています。そう言うと、赤ちゃんは単語も文法も発音も勉強していないじゃないか、ただたくさん聞いているだけじゃないかという人もいますが、それは赤ちゃんだからできるのであって、大人の人が英語を学習する上では遠回りになります。聞くだけでレベルアップできるなら、ドイツ語もフランス語もアラビア語も聞きまくったら良いという単純な話になってしまいます。つまり英語を聞きまくると勉強したつもりになってしまうというところが最大の落とし穴です。先日野球選手の大谷翔平が大活躍しましたが、仮に毎日5時間専門的なトレーニングをしていたのに WBC で活躍したいから明日からバッティングセンターで毎日10時間とにかく打ちまくってきますと言い出したら、絶対に試合でヒットを打つことはできません。内容の薄いトレーニングの時間をいくら増やしたところで結果は出ませんし、はっきり言って時間の無駄です。そうではなくて、彼は手首、肘、肩、足の運びや重心移動などあらゆることを意識してバッティング練習に取り組んでいます。自分の動画を撮影してできていないところを再確認することで、自分の理想のバッティングに近づけるように改善し続けています。私が英語学習を始めたばかりの頃は、朝起きたら英語を聞きながら準備をし、出勤中にも英語を聞き、そして帰りの電車でも英語を聞いていました。それだけでなく、夕飯を食べるときもお風呂に入るときも英語を聞いていました。同じ音源を毎日聞いていたのですが、わからない部分は1週間聞いても2週間聞いてもわからないのです。それどころか、英語をたくさん聞けば聞くほどリスニングの学習時間を取ることができなくなってしまいます。もちろんリスニングの学習をしなければリスニング力は上がるどころか下がってしまいます。今私が過去の自分に伝えたいことは、闇雲に何回も聞くのではなく、わからない部分をわかるようにしないと一生リスニングはできるようにならないということです。今から正しいリスニングの学習法を丁寧に解説しますので、皆さんは私と同じような失敗をしないようにしてください。では、リスニングのプロセスを一緒に確認していきましょう。プロセスは3段階に分けることができます。1、英語の音を聞き取る。2、単語文法がわかる。3、文の意味が理解できる。一つずつチェックしていきましょう。1、英語の音を聞き取るについてです。まず
音を聞き取れない人というのは、自分の思っている音と実際の音に相違があるからです。今から私が例を示すのでリスニングしてみてください。それではいきますよ。 I thought it was a little while ago。 もう一度いきますよ。 I thought it was a little while ago。 この時 I thought it was a little while ago という音を聞いた時、何それと思ってしまいます。文字を確認してみましょう。なんだ、 I thought it was a little too late to go だったのかと思います。この場合、音が聞き取れていないことになります。それぞれの単語の発音を確認するとともに、音のつながり、リエゾン、音の脱落、リダクション、音の変化、フラッピングにも注意して聞き取りましょう。おすすめはスマホなどでスロー再生をすると分かりやすいです。例えば thought it, sorry, was a, was a, too late to, trail となっていることを確認したら、必ずメモを残しておきましょう。自分の改善点が見つかれば、それが成長につながります。そして正しい発音が分かったら、それを口から出せるように練習しましょう。自分が発音できる音は耳で聞き取ることができるようになります。これで1番、英語の音を聞き取るはクリアです。次に2番目のプロセス、単語文法がわかるに移ります。ここでは単語文法がわかるかということをチェックします。例えば thought は think の過去形で思ったという意味です。 thought の後は隠れた that で大きな目的語の塊を作れるから、もう一度主語動詞が来て、そして保護として a little too late ago が来て、この時 to があるので、何々するには何々すぎるという文法が使われているということが分かっているかチェックしましょう。分からない場合は単語帳や文法の本で調べる必要があります。ここまで来たら、ようやくその後で3番のプロセス、文の意味が理解できるかを確認します。実際に文の意味がわかるか訳してみましょう。私は行くのにはちょっと遅すぎると思った。もしわからない場合は2番の単語文法に問題がありますので、どこでつまずいているかしっかりと調べましょう。まとめをします。今日はリスニングのプロセスと正しいリスニングの学習法について話しました。英語を聞いてそれがわからない場合は、1、音がわからない。2、単語文法がわからない。そのどちらかしかありません。1と2のどちらが欠けてもリスニングはできません。英語のリスニングでわからないときは1か2か、それとも両方なのか分析をして、どこを詰めていけば成長につながるかということを考えないといけません。そして事前に単語、文法、発音の知識を学んでおくことで、リスニングの学習が効率化されるので、英語の土台を固めることの大切さはいつも忘れてはいけません。私のチャンネルではこれからも英語学習のコツを発信していくので、チャンネル登録を必ずして、ご自身の成長のチャンスを見逃さないようにお願いします。最後にもう一度過去の自分に伝えたいのですが、100回聞いてもわからない音はわかるようになりません。100回聞いても
わからない単語文法はわかるようになりません。自分の苦手と向き合うことが最大の近道なのです。それではまた次回。